いやー、これすごいな。やばい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 。毎度 FT です。いやー、珍しく横長で動画を撮っているんですけれども、要は案件なんですよね。いや、おかげさまでですね、ありがたいことに登録者がもうすぐ8万人ぐらいとなりまして、ついにですね、案件をいただけるようになってきまして、基本的に案件とか提供は、ものづくり系とかであれば受けたり受けなかったりしようと思うんですが、なんや、ついに FT 案件もらいやがってみたいに思われないように、ちょっとね、いろいろ考えた結果、動画の最後にはですね、スペシャルなあれ用意してますんで、よかったら最後まで見ていただければと思います。ほな、行きましょうか。ということでですね、今回案件をいただきましたのは、株式会社サンステラ様から案件をいただきまして、このサンステラさんなんですけれども、クリアリティというですね、私も使っている 3D プリンターのメーカーの代理店をされているという、そういう企業様となっております。そこで今回ご提供いただいたのが、クリアリティの CR30 という機種をいただきました。これですね、箱にも書いてるんですけれども、ベルトコンベヤ式となってまして、非常に斬新な機種となっております。ということで、早速ですが、開けていきましょう。箱を開けたところでこの機種の説明を軽くしていきたいんですけれども、この CR30 という機種はですね、一番大きな特徴としてベルトコンベヤ式というのがあるんですよね。これは普通の 3D プリンターっていうのはプラットフォームが動いてない状態から下から上に積み上げていくという形なんですけど、このベルトコンベヤ式だとこの画面に映っているベルトコンベヤが Z 軸がガーって動いていくので、実質長さが無制限になるという、そういう大きな特徴を持っています。なのでめちゃくちゃ長いものを印刷したりだとか、このベルトの端には自動で造形物が貼られるという機能もあるので、何個も同じものを作るというのもできたりします。こういうベルトコンベヤ式の 3D プリンターっていうのは構想が今までにもあったりしたんですが、なかなか実現できなかったんですよね。その中でこのクリアリティの CR30 という機種はですね、箱にも映ってましたナオミ・ウーさんという中国のなんていうかテック系 DIY 系インフルエンサークリエイター的な人とコラボして開発をしていたんですけれども、それをキックスターターというですねクラウドファウンディングを始めたところ、支援金がなんと1億円以上になったという経緯があります。その CR30 が今回製品化されたという形になります。ということで、この 3D プリンターは組み立て式となるので組み立てていくんですが、これがですね、案件じゃなかったとしても言いたい、もう声を大にして言いたいんですけれども、組み立てはめちゃくちゃ簡単であると。それはちょっとね、言っておきたいなと思います。このいかつい見た目にして、組み立てはめちゃくちゃ簡単と。厳密にはほとんど組み立てできている状態で送られているという感じなんですよね。例えば他の 3D プリンターだと X 軸の組み立てができてなかったりだとか、エクストルーダーもつけてベルトもつけてみたいな感じだったりするんですけれども、それも全部組み上がってますし、 Z 軸のベルトコンベヤのところに関してはもう全部出来上がった状態で送られてきます。大まかに言えばこことこことここを組み合わせるだけで、あとは調整をして印刷ができてしまうという、それぐらいね楽になっていると。これはちょっとね言っておきたいなと思います。さらには日本語のユーザーマニュアルと SD カードの中には組み立てマニュアルが動画になっていたりするので、そちらを見ていただくと組み立てには困らないかなと思います。ということで組み立てていくんですが、まずはこの手前の支柱フレームを取り付けていきます。取り付けに必要な工具も全部入っているし、なんならケーブル帯とか防電チューブは予備のものが入ってたりします。次はこの奥側の XY 軸ベルトアセンブリっていうのを取り付けていきます。これも同じ感じでネジを10個ぐらいつけて取り付けていきます。裏側にもネジがあるので買った人は忘れないようにしましょう。これで大枠の組み立ては終わってしまったので、次はこのスプールホルダーとディスプレイを取り付けていきます。クリアリティのプリンターを組んだことある人にはおなじみのこのネジですね。組み立てができたらケーブル類をつけていくんですけど、このディスプレイの裏のケーブルと
裏側で渡りづらいんですが Y 軸の、ケーブルですね。 Y 軸のケーブルを取り付けていきます。あとこの機種にはフィラメントセンサーがついているので、フィラメントが切れたとしても間違って印刷し続けたりしないようになってます。意外と安い機種だとこういうのがなかったりするので便利ですね。あとちなみに停電再開機能もついているので、いきなり電源が落ちても途中からまた再開するという仕様になってます。あとはこの防電チューブというフィラメントが通るチューブをつけて配線は終わりです。これでやっと電源をつけていくんですが、注意していただきたいのがこの電圧の部分ですね。日本で使用する場合は 115V なので、そこだけ注意して電源入れてください。ということで電源入れていきましょう。ちなみに電源プラグは3ピンなのでこれも要注意。ここまでで1時間ぐらいでできました。前組み立てたプリンターとかは3時間ぐらいかかった気がするので、そう考えるとやっぱり組み立ては楽だったなと思ってます。それで電源を入れるとおなじみのレベリング、調整ですね。ノズルからプラットフォームまでの間を調整していきます。これ詳しくやるとちょっと長くなっちゃうので割愛しますが、動画を見ながらやればそんなに難しくないと思います。調整は一般的には紙を入れたりするんですが、この機種だとゲージが入っていたのでこれを入れて調整していきます。それでプリヒート PLA を押してノズルを温めていきます。ちなみに室温から185度まで上がるまでにだいたい53秒ぐらいかかりました。ということでフィラメントを取り付けて SD カードに入っていたテストモデルを印刷していきます。印刷はこんな感じで、このプリンターは X 軸と Y 軸が斜めに取り付けてあるので、印刷方向も斜めに印刷されるという感じになるんですね。タイムラプスも印刷しときました。印刷中に思ったのは、静音モーターと基板を搭載しているだけあって動作音が静かなんですよね。あとは特注のベルトコンベヤーを使っているだけあって、ベルトがガタつくことなく安定して印刷していました。できました。取り外しはこんな感じで手で引っ張るだけで取れました。出来上がりとしてはおおむねできてるんですが、片方の隅がちょっと浮いてたのと糸引きがちょっとあったので、そこが気になるかなと思いました。ただこの辺りは設定次第で全然直せると思うので許容範囲かなと思います。それでせっかくなので長いものも印刷したいなと思ったので、今回は50センチの剣を印刷してみたいと思います。今回のスライスにはクリアリティスライサーというものを使って手はこんな感じで印刷していきます。今回は剣を半分ずつ印刷して貼り合わせるという方法でいきたいと思います。今回もタイムラプス撮りましたのでちょっと見ててほしいですね。この長物の印刷こそがベルトコンベヤ式 3D プリンターの醍醐味と言えるので面白いですね。この最後のところで印刷物が自動で離れるというのも一つの特徴ですね。ということでできました。印刷物剥がす時も簡単に剥がれていきます。印刷自体も問題なく50センチの剣ができてしまいました。ということでざっとなんですけど、この CR30 の開封からテストプリントまでやっていきました。普通の動画だとここで終わりなんですけど、私の企業案件にはあれがあるということで、今回はですねサンステラさんの協力も得まして、この CR30 1名様にプレゼントしたいと思います。というのも、私が動画を上げていて、いずれ何か企業案件が来たら、プレゼント企画もセットにしたいなという感じで思っていたんですよ。まず一発目にいただいたのが、まさかのベルトコンベヤ式 3D プリンターだったという感じで、ビビりながらもサンステラさんにそういうお話をさせてもらったら、サンステラさんからもう快諾で、もう一発で OK という形で、許可を得ましたので、今回プレゼントさせていただく流れとなりました。正直初心者向けの機体ではないですし、サイズもそれなりにあるので応募する方は限られるかもしれませんが、これを機にですね、ぜひベルトコンベヤ式 3D プリンター手に入れてみてはいかがでしょうか。応募方法はですね、この動画の中にあるキーワードを入れて概要欄に貼り付けてあるフォームから応募していただくだけとなっております。チャンネル登録とか Twitter のフォローも特には必要ありませんが、こういった企業案件とプレゼント企画のセットっていうのを定期的にやっていければなと思ってますので、よければチャンネル登録していただきたい。
と思っております。ということで今日の動画はこれぐらいにしときましょう。ほなまた。